こんにちは、アンナスです。今日は、ダブルフェザーステッチっていうステッチを説明しようと思います。これは結構私昔、ちょこちょこ使ってるステッチなんですけど、ちょっと具体的にいろいろバリエーションがあるんで、そのあたりも説明していこうと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではダブルフェザーステッチをやっていきたいと思います。ダブルフェザーステッチは、これですね。ここ、ブランケットステッチ、ボタンホールステッチとも言うんですけど、このブランケットステッチの部分がジグザグしてるやつです。で、このブランケットステッチの裾の長さがこうやって揃ってるやつと、あとこうやってこの長方形のスペースの中にいっぱいいっぱい入れるっていう、この足の部分ですね。足の部分が揃ってるか、いろんな長さになっていて、ここをこういうベルトのような状態で見せるかっていうので、いろいろ変わってくるんですけど、民族衣装のような感じで、とても面白いステッチなので説明したいと思います。そもそもブランケットステッチっていうステッチを説明しないといけないですね。ブランケットステッチはよくブラウスじゃないや、ハンカチの端っことかにちょんちょんちょんってこうやってある、ブランケットですよね。毛布とかの端とかにも、多分市販の毛布とかでもあると思うんですけど、まず最初一目作ります。で、一番最初なのでこう出して入れて出して、この状態を作ってかけて上に引っ張ります。もうこれはでもストレートステッチのみでいいです。ちょっと糸がぐるってなってますね。で次また縦に入れて糸をかけて引っ張る。で左から右に私はやっているんですけど、私右利きなんで左から右にやるとやりやすいですね。いちいち糸をかけなくていいので。なので左利きの人は右から左に向かって埋めていくと、この鏡で考えてもらうといいんですけど、楽ですね。これでもうさっささっさできていくので、これがブランケットステッチ、ボタンホールステッチですね。で、この L 字のこの角のところ、最後はこの外側に針を刺して、これで出来上がりっていう感じになります。で、この応用編なので、多分こっち側の方が分かりやすいですね。これがいっぱいいっぱいジグザグ並んでるやつ。名前はどっちもダブルフェザーだったと思います。本とかによって結構違ってくるんですけど、ダブルフェザーでいいと思います。まず上から出して、さっきと一緒ですね。こうやって縦にステッチを入れて糸をかけるんですけど、私逆から出して、これは左から右に行きます。で、くるって向きを変えて、違う右から左に行って、その後くるって向きを変えて左から右だから、右利きバージョンと左利きバージョンのブランケットステッチが交互に出てくるんですね。だから最初は右からなので逆にかけますね、さっきと違って。で、まず縦のストレートを入れて、縦のストレート同じなんですけど、これでこっち向きの場合は右利きの人はいちいちかけないといけないですね。左利きの人は楽ですね。これで、目を作ります。で、この一列ができたら、布をくるっと向きを変えて、今度左から右に行きます。これは楽。右利きの人は
もう糸かけないでもこのままかかってくれるので、これは下絵をちゃんと描いておかないと結構ずれます。で下絵が正しくないとダメなので、私ちょっとずれてますけど、ちゃんと定規とかで測ってやるか、図案にこういうのはちゃんと私が図案にしてるので、図案に載ってるものであればちゃんとそのまま写せば、なんとかいくと思います。なので意外と下絵が大事です。でこれで続きですね。また今度左バージョンのブランケットステッチ。でブランケットステッチのコツは、こうやって足が揃ってるものに関しては長いのとか入れると結構かなり目立つんで、ここはきちっと揃えないといけないです。ただ横幅、このワンブロックの幅に関してはちょっと狭かってもちょっと広かってもそんなに気にならないです。なので例えばこの今123本入れてますけど、なんか5本になりそうみたいなのも、ここの足の長さが揃ってれば5本入ってても4本入っててもパッと見そんなに問題ないですっていうごまかしが効きます。ごまかしっていうあれもないんですけど、なのでブランケットステッチで一番気をつけないといけないのはここの足の長さが重要です。幅とか入ってる数とかに関してはそんなに気にならないんで、そこまで多分見ないと思うんで大丈夫です。で最後終わらせる時は留めのステッチですね。ちょっと糸が足らなそうなんで新しい糸を出します。今全部6本取りでやってます。こういう飾りっぽいステッチっていうのは6本取りとかでザクザクやっていく方が仕上がりが可愛いので、2本取りとか3本取りでひょろひょろやって、わざとそういうひょろひょろの可愛らしさを出すのはいいと思うんですけど、初めての方は6本取りでやる方が失敗が少ないかなと思います。見た感じ糸の太さで割となんか持ってくれるので。でこっち応用編、仕上がりがこうベルトみたいになりたいんですけど、これはYouTube のクリップステッチっていうのでも動画でやっているので、そちらでも見ていただけます。まず最初、だからこれ下絵が重要です。やり方は同じ。間違えた上からですね。上から縦に1本入れます。はい、これでこっちにかけるからこうですね。で次がちょっとずつ長くなっていく。でまた短くなって、これでこの角を表しているんです。だからもう下絵をちゃんと描くしかないですね。ちょっと下絵とずれちゃいましたけど、下絵がずれてるのか糸がずれてるのかわかんないですけど、まず1段目これ全く同じことやってます。ここの足の長さが違うだけですね。でこれも長くやって、次ちょっと短い、これ右利きの人は楽な方のバージョンですね。右利きバージョン、左から右に行く方のブランケットステッチで、またくるっと向きを変えて左利きの人が得意な方のブランケットステッチ、右から左です。でまた
右利きの人が得意な方の方向のブランケットステッチ。いちいち糸をかけなくていいステッチですね。はい、これで、出来上がったら外側に針を刺して出来上がりです。なんか袖とかにやると可愛いと思います。ちょっと今下のグリーンが邪魔してあれですけど、こう仕上がったらこういう感じになります。何に使えるかなね、楽しいですね、考えるの。服とかが無難かなと思うんですけど、あとブランケットステッチでこういう丸くするやつもあります。これピンクッションにしたんですけど、そうだからブランケットステッチって結構いろいろやり方がいろいろあるので面白いので、ぜひなんか何かに使ってください。図案がなくてもイラストとかの図案の周りに装飾として使うとか、あとパッチワークをやってらっしゃる方は結構こういうの使っているのかなって思います。見たことあります。はい、それでは以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。